こんにちは、TDC ラボです。突然ですが、皆さんはモニターライトって使っていますか？僕は使っていませんでした。むしろ必要性を感じなかったんですよね。ただ、いろいろな方のデスク環境を拝見したら、モニターライトを設置している方がほとんど。映えますしね。僕はこの映えることの憧れだけで導入しました。小学生の時の学習机、予備校や図書館の自習ブース、あそこには必ず専用の照明がありましたよね。大人になってモニターライトを使ってみて、ようやくその意味が分かりました。作業領域を独立して照らす。これだけで集中力と目の疲れが劇的に変わるんです。部屋が明るければ不要だと思っていましたが、実際は逆でした。昼間でも夜に部屋の照明をつけていても、これをつけると手元の明るさが均一になり、画面との明暗さが消える。長時間デスクにいても目が楽な気がします。何より冒頭でも伝えましたが、デスクがオシャンティーになりまして、自分自身のモチベーションアップにつながるんですよね。今回僕が使用したのはクンティスグロー RGB。モニターライト界の王様、電球スクリーンバーハロ2への憧れはありましたが、あちらには自動調光や人感センサーがあり、リモコンすら触らずに最適な環境が整います。ただ、初めてのモニターライトに2万円以上もかけれないのが現実。そこまでの自動化は求めない。コスパが良いのがいいという同士の方は、このクンティスグロー RGB が最適解になります。モニター本体はマットなグレーで重厚感があります。設置には伸縮クリップの水平部分を画面の厚みに合わせて前後に伸縮させてかけます。クリップのこの丸みのある部分は最初フィルムがついていたんですが、それを剥がすと糊でくっつく仕様になっています。ホコリ吸着問題が気になります。糊がなくても安定するので、これから設置する同士の方はフィルムを貼ったまま設置することをお勧めします。設置位置に迷ったらブラウザーを左右に分割にして表示させるのがおすすめ。その中心線に合わせればぴったり真ん中に設置できます。モニターライトの長さは51センチ。モニターは27インチ61センチでちょうどいい感じです。電源は付属の Type-C ケーブルでモニター側から電源を取るか AC アダプターで直接電源を取るかの2択ですが、僕の環境ではモニター側で電源を取ると安定しなかったので AC アダプターで設置。ここで気になったのが付属の Type-C ケーブルが L 字型なんですが、背面からぴょこっと飛び出しまして装着もしにくいんです。気になる方は別にケーブルを購入をお勧めします。こちらのライトはリモコンで調光、色温度を調節します。購入前のレビューで自動スリープによって電源を切るときや調光するときに反応が悪いと気にする声もありますが、実際は2回タッチするだけで OK なので問題なし。そもそも初めに調光と色温度を調整してしまえば、実際電源ボタン以外ほとんど触ることはありません。指紋についても開封時から保護フィルムを貼ってくれているので、僕は剥がさずにそのまま使っています。実用上の不満は全くありません。ここでコスパ重視ならクンティスの買いモデルの方が良くないと思ったのだ。正解です。僕はモニターライトプラス背面間接照明が欲しくてこちらを選びました。スイッチボットのテープライトと買いモデルのモニターライト同時に購入するよりこっちの方が安いやんとなったのです。ボタンも一つにまとまりますしね。そして実際使ってみて、背面ライトは電球色の間接照明として使おうとするとどうしても黄色っぽくなり、雰囲気作りには力不足でした。間接照明は別々に用意した方がいいですね。ただゲームや音楽を楽しむときにこの RGB ライトを右色に光らせるとデスクが一気にエンタメ空間に化けます。テンション上げ上げマックスです。
今回紹介したクンティスグロー RGB はコスパ重視で初めてのモニターライト導入の人、遊び心も欲しい人おすすめです。もし RGB 機能はいらない、シンプルなライトだけでいいという方なら、さらに安価なクンティスの標準モデルで十分満足できます。僕がざっくりリストアップしたスペック比較表を載せておきますね。詳細はスペックごとに概要欄にリンク貼ってますので、自分のスタイルに合わせてぜひ最適な1台を選んでみてください。このチャンネルではガジェットや DIY を通じて自分と家族が楽しく快適にアップデートしていく様子をゆるーく発信しています。皆さんの生活をアップデートする際の参考になれると幸いです。モニターライトつけると変わりますよ。映えますよ。ぜひ体感してみてください。それではまた。バイバーイ。